皆さんこんにちは。スター・ウォーズホテルが今年の3月1日にオープンしたということで、今日のマークサイロストインワールドではこのスター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーではどんな体験ができるのかや、値段には何が含まれているかなどの基本情報をシェアしていきたいと思います。それでは行きましょう。ウォルト・ディズニー・ワールドにできたスター・ウォーズホテルについて気になっている方はたくさんいると思うので、今日のこのビデオではこのスター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーについての詳しい情報をいろいろな要素に分けてたくさん説明していきたいと思います。スター・クルーザーのお部屋や食べ物やいろんなアクティビティや他にもたくさんのことについてそれぞれ一つずつ説明していくので、最後まで見るのを忘れないようにしてください。そしてもしこのビデオの情報が役に立ったり、皆さんがこのビデオを楽しんだらぜひいいねボタンを押してくれると嬉しいです。このチャンネルが他の旅行やディズニー好きな方たちに広まるのにとても助かるので、ぜひよろしくお願いします。それでは早速本題に入って、まずはこのスター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーは正確に何なのかから説明していきたいと思います。このスター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーはスター・ウォーズホテルとも呼ばれているんですけど、実は私が前のビデオでも言った通り、これはただのホテルではないんです。簡単に言うと、スター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーはディズニーのリゾート、クルーズライン、そしてテーマパークの要素を48時間の宇宙での体験に詰め込んだものになります。スター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーは豪華客船ハルシオン号の船内という設定で、皆さんはここでスター・ウォーズの体験ができます。これは2日間の完全に新しい没頭的な宇宙での冒険で、皆さんは壮大なスター・ウォーズのストーリーの中で自分自身の運命を選んでいき、自分自身のストーリーを作り上げていきます。ゲストはウォルト・ディズニー・ワールドの中にあるスター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザー・ターミナルに到着すると、ラウンジポットで豪華客船ハルシオンに向かいます。そしてここから皆さんの遥か彼方の銀河系を巡る旅が始まります。スター・ウォーズのテーマのお部屋に宿泊したり、キャラクターたちと触れ合ったり、ライトセーバートレーニングやブリーチトレーニングなどの楽しいアクティビティに参加したり、スター・ウォーズ・ギャラクシーから来たカラフルな食べ物を食べたり、シークレットミッションを計画したりなど、この豪華なスター・クルーザーでは体験できることがまだまだたくさんあります。これらのそれぞれの体験についてはもう少し後に一つ一つ詳しく説明していくので、まずはこのスター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーには何が入っているのかから説明していきます。この2日間の体験にはホテルの部屋とここ限定の体験やアクティビティ、そしてアルコールとスペシャルティードリンクを除いた食べ物と飲み物、バトゥーへの遠足へ行く際へのディズニーのハリウッドスタジオへのエントリーチケット、スター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザー限定のマジックバンド、そしてバレーパーキングが含まれています。そして次にスター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーで滞在する際の値段について説明していきたいと思います。値段は1つの部屋に泊まる人の人数と日にちと、あとお部屋のタイプで変わってきます。ディズニーのウェブサイトにあるサンプル値段表を参考にすると、1つのキャビンにつき大人2人だとだいたい2人合わせて4809ドルになります。4809ドルがどれぐらいかっていうと、今日の換算レートから言うとだいたい58万円です高い。そしてこれが1つのキャビンにつき大人2人と子供1人だった場合は5299ドルです。で、5299ドルはだいたい64万円。そして1つのキャビンにつき大人3人と子供1人の場合はだいたい5999ドルで、5999ドルは日本円に換算すると73万円です。すっごく高いですね。で、1つのキャビンにつき泊まる人数が多い方がもちろん合計としては高くなるんですけど、でも1つの部屋に泊まる人数が多いほど1人分の値段は低くなります。例えば2人で1つのキャビンに泊まるより3人で1つのキャビンに泊まった方が合計は多いけど1人分の金額は低くなります。もし2人が1つのキャビンに泊まってこの合計が4809ドルだった場合、1日につき1人分の値段は1209ドルになります。これに比べて3人が1つのキャビンに泊まって合計が5299ドルだった場合、1日につき1人当たり899ドルになります。1つのキャビンに4人泊まって合計が5999ドルだった場合、1日につき1人当たり749ドルになります。
というふうにして1つの部屋に泊まる人数が多いだけ1人分の1日の値段は低くなるので、もし皆さんが何人かで行く予定をしていて費用をなるべく抑えたい場合は、全員で1つの部屋をシェアすると1人分の値段を抑えることができます。そしてスター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーは実はお部屋の数が他のディズニーのリゾートと比べてとっても少ないんです。スター・ウォーズホテルは3つのお部屋タイプがあるんですけど、全部のお部屋タイプを含めて合計で100個のお部屋しかないんです。そして今のところディズニーはウェブサイトでの予約はまだ受け付けてないんですね。なのでもし皆さんがホテルの空き状況を確認したかったり予約をしたい場合は、スター・ウォーズホテルの電話番号 407-939-1800 に電話をすることが必要になります。それでは今からスター・ウォーズのお部屋について説明していきたいと思います。先ほども言いましたが、このスター・ウォーズホテルには3つのお部屋タイプがあります。そしてこの3つのお部屋タイプはスタンダードキャビン、ギャラクシークラススイート、そしてグランドキャプテンスイートになります。少し前に話したお部屋の値段なんですけど、私が話したサンプルの値段は全部ゲストがスタンダードキャビンに滞在していた際の値段になります。スタンダードキャビンは一番低予算のお部屋で、もし皆さんがギャラクシークラススイートやグランドキャプテンスイートに滞在した際は、先ほどのサンプルの値段よりもかなり高くなります。なのでそこを気に留めておいてください。それではまずは私が先ほどシェアしたサンプルの値段表が元にされているスタンダードキャビンから説明していきたいと思います。スタンダードキャビンはこのスター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーで一番低予算でベーシックなお部屋タイプになります。スタンダードキャビンには4人から5人のゲストが泊まることができます。そしてこのお部屋にはクイーンベッドが1つ、バンクベッドが2つ、そして壁に備え付けられてある引っ張り出して使うベッドが1つついています。もし1つのお部屋に4人で泊まる場合は、クイーンベッドには2人寝ることができて、バンクベッドは1人入るサイズなので、2つのバンクベッドに1人ずつを使って寝ることができるので、引っ張って使うベッドは使わなくていいと思うんですけど、もしこの1つのお部屋に5人寝る場合はこの引っ張って使うベッドが必要になるかもしれません。そしてこのスタンダードキャビンのアメニティはミニ冷蔵庫、ヘアドライヤー、金庫、ボイスメールメッセージ付きの電話、インタラクティブテレビ、そして H20 プラスのスパ、バス、シャワーの商品が含まれています。このギャラクティックスタークルーザーは値段が値段なのもあって、私はほとんどのゲストがこのスタンダードキャビンに滞在することになると思います。実はディズニーの公式ウェブサイトにはまだギャラクシークラススイートとグランドキャプテンスイートの値段は公開されてないんですね。なのでこの2つのもう少しデラックスなお部屋はどれぐらいするかわからないんですけど、先ほどのスタンダードキャビンよりはもっともっと高くなってきます。もしスタンダードキャビンに4人が泊まった場合、サンプルの値段表が70万超えだったので、私はこの2つのスイートは100万円近く、もしくは100万円超えするんじゃないかなっていう予想をしています。ですが、もし皆さんが本当にこのギャラクシークラススイートかグランドキャプテンスイートに泊まりたかったら、私が先ほどシェアしたスター・ウォーズホテルの番号に電話をして確認することができます。それでは次にギャラクシークラススイートについて説明していきたいと思います。ギャラクシークラススイートはワンベッドルームでリビングのエリアがついてきます。そしてこのスイートにはスタンダードキャビンのスペースに加えてダブル洗面台バスルーム、ダブル洗面台バスルームは2つのシンクがあるバスルームですと、バーエリアと合計2つの宇宙が見渡せる窓がついています。さっきスタンダードキャビンについて説明した時にちょっと言い忘れたんですけど、スタンダードキャビンには1つの宇宙を見渡せる窓がついています。なのでそのスタンダードキャビンと比べたらギャラクシークラススイートは1つ多めの合計2つの窓がついてきます。そしてギャラクシークラススイートには4人まで泊まることができます。このスイートには1つのクイーンベッドとあと2つの引っ張って使うベッドがついています。あとギャラクシークラススイートについてくるアメニティはスタンダードキャビンについてくるアメニティと一緒になります。スタンダードキャビンとギャラクシークラススイートが何が違うかって言ったら、お部屋の大きさ、お部屋の広さになってきます。そして次にグランドキャプテンスイートについて説明していきたいと思います。グランドキャプテンスイートは2ベッドルームで、あとリビングルームのエリアがついてきます。
その他にもダブル洗面台バスルーム、そしてもう一つのシングル洗面台バスルーム、そしてバーエリア、あと3つの宇宙が見渡せる窓がついてきます。このグランドキャプテンスイートは先ほどのギャラクシークラススイートと比べると1つ多めのベッドルームと、あと1つ多めのバスルーム、あと1つ多めの窓がついてきます。で、このグランドキャプテンスイートは全部のお部屋タイプの中で一番大きくて一番広いお部屋になります。そしてこのグランドキャプテンスイートにはなんと8人まで泊まることができます。ベッドについてなんですけど、このグランドキャプテンスイートにはクイーンベッドが2つ、バンクベッドが2つ、そして引っ張って使うベッドが2つついてきます。このお部屋のアメニティも他の全部のお部屋のアメニティと一緒になります。3つのお部屋タイプ、スタンダードキャビンとギャラクシークラススイートとグランドキャプテンスイートではアメニティは全く一緒になってます。で、大きな違いは全体的なお部屋の広さになってきます。あと2つのスイートにはスタンダードキャビンにはないリビングルームとバーエリアがあって、そしてグランドキャプテンスイートにはベッドルームとバスルームが1つずつ余分にあります。それではスター・ウォーズホテルのお部屋について説明し終えたところで、今からストーリーについて少し説明していきたいと思います。このスター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーでは、皆さんが豪華客船ハルシオン号に足を踏み入れると、皆さんが主役のスター・ウォーズのストーリーが始まり、自分のストーリーの運命を自分で決めていきます。誰と話すか、何をするか、どれだけ参加するか、皆さん次第です。ファーストオーダーのルールに従うのか、レジスタンスのシークレットミッションに参加するのか、スマグラーズのギャング集団と取引をするのか、もしくは遠くから座ってカクテルを飲みながら他のゲストのストーリーを眺めるのか、全部何をするのかは皆さん次第です。何に参加してもいいし、どれだけ参加してもいいし、それは全部ゲストが自分で決めていきます。ここではゲスト一人一人が自分のスター・ウォーズストーリーのヒーローになり、ストーリーが展開していくにつれて自分で自分の道を選んでいって、自分のスター・ウォーズストーリーの運命を決めていきます。そしてここではゲスト一人一人が自分自身のストーリーを築いていくので、ストーリーは一つじゃないんです。たくさんあるんです。なのでこのハルシオン号での船旅を通していろんなストーリーがいろんなところで起こります。例えばもし皆さんがファーストオーダーに参加した場合、皆さんのストーリーはファーストオーダーのミッションをするとともに展開していきますが、それと同時にハルシオン号の他のところではレジスタンスに参加した人たちのストーリーも展開していって、ジェダイに参加した人たちのストーリーも展開していってっていう風に、いろんなストーリーがいろんなところで起こってて、このストーリー全部が実はつながってるんです。なのでゲスト一人一人の自分自身のスター・ウォーズストーリーに加えて、ゲストの皆さんはこのハルシオン号全体の大きなストーリーの一員になります。このスタークルーザーでのストーリー構成はすごくコンプレックスで、でも全部つながってるので、そこは私はとてもよくできてるなと思います。ゲストは2日間ハルシオン号で過ごしますが、時間が進むにつれてストーリーが深くなっていき、ゲストは宇宙船での船旅を通して陰謀とミステリーと冒険に出くわします。そしてこの冒険は旅の途中で出会うスター・ウォーズのキャラクターやハルシオン号のクルーや他の乗客たちの交流を通して変化していきます。ゲストはギャラクティックスタークルーザーでの滞在の間、いろんなスター・ウォーズのキャラクターに出会います。これは皆さんの知っているキャラクターもいれば、全く新しいこのスタークルーザーのためだけに生み出されたキャラクターもいます。そしてここスター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーでのキャラクターとの触れ合いは、ディズニーパークでのミート&グリートとは全く違います。ここではキャラクターは完全にハルシオン号でのストーリーに一体となって取り組まれていて、誰と絡むかによりゲストのスター・ウォーズストーリーが変わってきます。例えばレイのミッションのお手伝いをしている人のストーリーは、キャプテンと一緒にシークレットミッションをしている人のストーリーとは全く別の方向に進んでいくことになります。このハルシオンスタークルーザーのキャラクターは皆さんの助けが必要で、皆さんをストーリーのより深くに招待していきます。そして皆さんはシークレットミッションを計画したり、彼らのミッションに参加したり、同盟を結んだりして彼らを助けることになります。そして前の日に会ったキャラクターは皆さんを
次の日に素晴らしい冒険に案内してくれます。スター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーはこれまで作られた中で最も没頭的な体験で、ゲストは2日間の滞在を通して自分自身のスター・ウォーズのストーリーの中に住むことができます。そしてここでは皆さんの選択がスター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーでの冒険で何が起こるかを決める重要な要素になりますが、誰でも何かしら楽しめるものを見つけることができます。ということで今からスター・クルーザーでのストーリーが進むにつれて体験できるアクティビティのいくつかを紹介していきたいと思います。まず皆さんはスター・クルーザーでいろいろなミッションに参加することができます。そしてミッションを行うにあたって重要になってくるのがデータパッドです。ゲストはキャラクターとの触れ合いなどの直接的な交流に加えて、スター・ウォーズデータパッドの特別機能にアクセスしてミッションを行うことができます。データパッドではイベントやアクティビティなどの予定が載ったパーソナライズされた予定を見たり、スター・クルーザーのクルーメンバーや途中で会う他の人たちとコミュニケーションを取ったりすることができます。スター・クルーザーでのいろいろなアクティビティは人によってスケジュールされている時間が違うので、データパッドで自分のスケジュールを確認しておくことが大切になります。またデータパッドを使っていろいろな人たちとコミュニケーションを取っていくことによって新しいメッセージが送られてきたり、イベントに招待されたりして皆さんのスター・ウォーズストーリーも展開していきます。データパッドで選択をしたりコミュニケーションを取ったりすることによってシークレットミーティングやミッションに招待されることもあるかもしれないので、皆さんのハルシオン号での船旅を通してこまめにデータパッドで選択をしたり他のいろんな人とコミュニケーションを取ったりすることをお勧めします。このデータパッドへのアクセス方法なんですけど、データパッドはプレイディズニーアプリをダウンロードして使うことができます。私の最初にスター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーを見た時のリアクションと、このスター・クルーザーは行く価値があるかどうかについてまとめたビデオでは、私はこのデータパッドは皆さんのスマートフォンだって言ったんですけど、それについて少し変更があるので、この変更について少し説明していきたいと思います。この今使われているバージョンのプレイディズニーアプリは正常に機能していなくて、ミッションを完了するための通知を受け取れなかったゲストがいたので、今はディズニーはこのスター・クルーザーでデータパッドとして使う用のスマートフォンを配っています。なのでゲストはディズニーから配られたもうすでにプレイディズニーアプリがダウンロードされているスマートフォンをデータパッドとして使うことができます。だけどもし皆さんが自分のスマートフォンを使いたかったらプレイディズニーアプリをダウンロードして使うことができます。これについてはまたさらなる変更があった際は私がビデオを通してお知らせするので、まだマークサイロストインワイルドにチャンネル登録をしていない方はぜひチャンネル登録をして新しいお知らせを見逃さないようにしてください。それでは続いてライトセーバートレーニングについて話していきたいと思います。スター・ウォーズホテルでの滞在中の5日にゲストはライトセーバートレーニングを受ける機会があります。このライトセーバートレーニングがいつ予定されているかは人によって違うので、自分でデータパッドを見て確認しておくことが大切になります。ライトセーバートレーニングが行われるお部屋には4つのトレーニングステーションがあり、トレーニング全体を通してサジャと呼ばれるインストラクターの方がガイドしてくれます。まず最初にインストラクターの方がトレーニングプロセスを説明して、そのトレーニングプロセスの説明が終わると一度につき4人がライトセーバーを使うことができます。なぜ一度につき4人しか使えないかというと、トレーニングステーションが4つだからです。なので1つのトレーニングステーションにつき1人の方がライトセーバーを使ってトレーニングをすることができます。最初のラウンドが終わったら次の人がライトセーバーを使う機会があり、ゲスト全員がライトセーバーを使うことができるまでローテーションします。ライトセーバーを使うことができる機会は全員に回ってくるので、もし最初にライトセーバーを持てなくても安心してください。ちゃんと自分の番は回ってきます。このライトセーバートレーニングについて一つ気をつけてほしいことがあって、このライトセーバートレーニングは7歳以上でないと参加することができません。なのでもし皆さんが7歳以下のお子さんを連れてスタークルーザーに来る場合はここに注意が必要になります。それでは今からブリッジトレーニングについて少し話していきたいと思います。ブリッジトレーニングの間はゲストはハルシオンスタークルーザーのブリッジを探検することができます。このトレーニングではゲストはクルーからナビゲーション、パワー、ディフェンスなどの船内システムがどのようにハルシオン号を見えない銀河のもつれから守っているかを学ぶことができます。このトレーニングは45分で、ゲストは4つのステーション、ウェポン、武器、システム、シールド、
ローダーを体験することができます。すべてのゲストはそれぞれのステーションを回っていくので、4つの全部のステーションを体験することができます。そして皆さんがこのブリッジトレーニングで学んだ船内システムを操縦するスキルは、船旅のどこかでハルシオン号が危機的な状況に陥った際に役に立つかもしれません。この48時間のハルシオンスタークルーザーでの冒険には惑星バトゥエの遠足も含まれています。なので今から少しこの惑星バトゥエの遠足について話していきたいと思います。スタークルーザーでの滞在の2日目にはバトゥエの遠足があり、ゲストは何時間かディズニーのハリウッドスタジオのギャラクシーエッジで過ごします。ハルシオンスタークルーザーから離れてバトゥエ遠足に行く際も皆さんのスターウォーズストーリーは停止しません。それどころかスタークルーザーで誰と絡むかにより、皆さんがバトゥエ遠足へ行く際にクルーメンバーから特別なミッションを任されるかもしれません。なのでハルシオンスタークルーザーでのストーリーは皆さんのバトゥエの遠足にも持ち越されて、でバトゥエの遠足で起こったストーリーも皆さんがハルシオン号へ帰った際に持ち越されることになります。なのでゲストはこの離れた惑星でもアドベンチャーを続けることができ、ここでの出来事も皆さんの全体のスター・ウォーズストーリーにつながります。バトゥーでも皆さんのスター・ウォーズストーリーを展開することができるので、バトゥーに行ってもデータパッドをチェックするのを忘れないようにしてください。そして2日目の皆さんがバトゥーへ遠足へ行く際は、ハルシオン号からバトゥーへ行くのに一番早くて朝の8時10分から出発することができます。そしてハルシオン号からバトゥーへはトランスポートを使って移動することになります。ゲストはトランスポートに着いたらバトゥーでつけるように特別なピンを渡されます。そしてこのピンは皆さんがこのスタークルーザーの乗客であることを示すので、ハリウッドスタジオにいる際はずっとつけておくようにしてください。そしてバトゥーに着いたらゲストサービスのキャストメンバーがトランスポートロケーションで皆さんを迎えてくれます。皆さんがもしハリウッドスタジオで何か購入してそれをずっと持ち歩きたくない場合は、この到着したトランスポートロケーションに持ってくると、キャストメンバーの方が皆さんが購入したアイテムをホテルのお部屋まで届けてくれるので、これは結構便利なサービスになってます。そして皆さんがハルシオン号からバトゥーへ到着した際のトランスポートロケーションは、皆さんが帰る際にバトゥーからハルシオン号へのトランスポートに乗る場所と一緒なので、帰るときは到着したところと同じ場所に行って、そこからトランスポートに乗ってハルシオン号へ帰る形となります。2日目のランチタイムはゲストはバトゥーギャラクシーズエッジにいることになるため、ダイニングクレジットを受け取り、このダイニングクレジットを使ってギャラクシーズエッジでランチを食べることになります。このダイニングクレジットはドッキングベイセブンフード&カーゴや他のクイックサービスレストランで使うことができます。そしてゲストはダイニングクレジットを使って1つのメインディッシュと1つのノンアルコールドリンク、もしくは21歳以上なら1つのアルコールドリンクをもらうことができます。3歳から9歳のゲストはキッズメニューの中からコンボミールをもらうことができます。そしてバトゥーへの遠足の間はハルシオン号の乗客の皆さんは1回のみ有効のライズ・オブ・ザ・レジスタンスとミレニアム・ファルコン・スマグラーズ・ランのライトニングレーンへのアクセスを与えられています。ライトニングレーンは通常の列をスキップできる昔のファストパスのようなもので、ハルシオン号のゲストの皆さんはこの2つのアトラクションに通常の列をスキップして乗ることができます。バトゥーへの遠足を通して皆さんがしていくミッションは、皆さんがハルシオン号へ帰った際にそこで起こるイベントに影響を及ぼします。なのでこのギャラクシーエッジでのミッションや冒険は、皆さんがハルシオン号に帰った時に皆さんのスター・ウォーズストーリーの一部になります。このバトゥーでの出来事もハルシオン号での出来事につながることになります。それではスター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーで体験できるアクティビティのハイライトを少しシェアしてきましたが、これらのアクティビティの他にもドロイドを使ってレースするドロイドレーシングとか、サバックというスター・ウォーズ・ユニバースのゲームを学んで他の人と対戦するサバックトーナメントなど、他にもたくさんいろんな種類のアクティビティがあるので、誰でも何か楽しめるものを見つけることができると思います。それでは今からダイニング、食べ物についての情報を少しシェアしていきたいと思います。ここスター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーで食事の場となるのがクラウン・オブ・コレリア・ダイニングルームというダイニングホールになります。ここではクラウン・オブ・コレリア・ダイニングルームは銀河中でそのファーストクラス料理とユニークなライブミュージカルエンターテインメントで有名という設定になっています。毎日朝食とランチの間は
このダイニングルームは明るくて歓迎的な雰囲気でクイックサービスのビュッフェスタイルになっています。なので朝食とランチの間は皆さんが自分で食べたいものを食べたいだけ取っていくビュッフェスタイルです。そして毎晩ディナーの時間になると、このダイニングホールは魅力的なサッパークラブに変身して、異世界の食べ物と皆さんもおなじみのある食べ物両方を含む豪華なコースメニューが提供されます。朝食と昼食はクイックサービス、自分で取りに行く形なんですけど、それに対してディナーはテーブルサービスなので、サーバーの方が料理だったりとか飲み物を持ってきてくれる形になります。なのでディナーは朝食と昼食と比べたらもうちょっとおしゃれな感じになってきます。朝食はこのクラウン・オブ・コレリアダイニングルームで、2日目は朝の7時から11時まで、そして3日目は朝の7時から10時までオープンしています。そしてランチバッフェは1日目は1時から4時まで、そして2日目は11時から4時までオープンしていて、ゲストはどこにでも好きなところに座ることができます。朝食と昼食の間はブルーミルクとグリーンミルクが出るディスペンサーがあって、ゲストはこのバフが空いてる間はブルーミルクとグリーンミルクは飲み放題になっています。ディナーの間はバフェは閉まっているので、自分で好きなだけ告げるようなブルーミルクとグリーンミルクの機械ディスペンサーはないんですけど、サーバーの方に頼めばサーバーの方がブルーミルクやグリーンミルクを皆さんのテーブルに持ってきてくれます。なのでもし皆さんがブルーミルクやグリーンミルクが好きなら、毎食食事と一緒にブルーミルクやグリーンミルクを飲むことができます。またこのギャラクティックスタークルーザーでの滞在中はソーダ飲料が一日中飲み放題になってます。先ほど朝食とランチの時は好きなところに座れるって言ったんですけど、ディナーの時は席が決められているので、皆さんがダイニングルームに到着した際にキャストメンバーの方が皆さんのテーブルへ案内してくれる形になります。最初の日のディナーではこの魅力的なサッパークラブに変身したクラウン・オブ・コレリアダイニングルームで銀河のスーパースターがショーを披露してくれます。そしてゲストの方はこのユニークなライブミュージカルエンターテインメントが食事と一緒に楽しむことができます。2日目のディナーはテイストアラウンドザギャラクシーといい、銀河中のアイコニックな目的地の惑星の土地や環境をモチーフにした料理を楽しむことができます。ここではそれぞれのコース料理が出されるとともに、料理の名前、インスピレーション、そして材料が説明されます。そして食事には前菜とメインコースとスペシャルティデザートが含まれています。ディナーは朝食とランチと違ってビュッフェスタイルではないんですけど、もし皆さんがおかわりしたい料理があればキャストメンバーの方に頼めば、キャストメンバーの方がその料理を皆さんのテーブルに持ってきてくれます。なのでテーブルサービスの食べ放題といった感じになります。食べ物もすごいカラフルな異世界の見た目の食べ物もあるんですけど、皆さんがおなじみのある普通の食べ物もあるので、好き嫌いの激しい方でも食べられて楽しめる料理は結構たくさんあると思います。またキッズメニューの中に何か皆さんが食べたいものがあったら、キャストメンバーの方に頼めばキャストメンバーの方が持ってきてくれるので、大人用のメニューの中にあまり食べたいものがなくても安心して大丈夫です。そういった場合はぜひ遠慮なくキャストメンバーの方にキッズメニューの料理を持ってきてくれるようにお願いしてください。またアレルギーやお食事に制限のある方のためにトレーニングされたシェフやクルーメンバーの方は食事メニューのコンサルテーションも提供しているので、お食事に制限があっても心配なくお食事を楽しむことができます。ディナーは空き状況によりスタークルーザーのパッケージングを予約するときにファーストかセカンドのディナーシーティングを選ぶことができます。これは何かというと、ディナーを食べる時間帯になります。ファーストシーティングのディナーは5時半頃からスタートして、セカンドシーティングのディナーは8時頃に始まります。早めにディナーを食べたい人はファーストディナーシーティング、そして遅めがいい人はセカンドディナーシーティングを選ぶといいんじゃないかなと思います。そしてこのスタークルーザーではディナーの時間にキャプテンズテーブルという追加の体験も提供されています。キャプテンズテーブルは追加の体験になるので、このギャラクティックスタークルーザーでの滞在費用とは別料金で一晩1人につき30ドルとなっています。このキャプテンズテーブルはレストランの真ん中に位置していて、
ほとんどの料理は他のゲストがもらうものと一緒なんですけど、それに加えていくつかのキャプテンのお気に入りの料理や飲み物が追加で提供されます。またスタークルーザーでは朝昼晩の食事に加えて、食事の間にお腹が空いた時のためにディナーとランチの間にいろんな種類のお菓子も提供されています。このお菓子の種類は日によって違うみたいなので、もし皆さんが全部の種類のお菓子を試したかったら、両方の日にちにそれぞれの日のお菓子をチェックしに行ってみてください。スタークルーザーで主な食事の場となるのがクラウン・オブ・コレリアダイニングルームなんですけど、サブライトラウンジっていうラウンジもあって、ここではゲストはいろんな種類のスペースカクテルを楽しむことができます。サブライトラウンジはフルサービスのバーで、メニューはいろいろなスペースドリンクを特集しています。もしメニューの中に飲みたいものがなかったら、ラム&コークとかジントニックのような地球上の飲み物も頼むことができます。すべてのアルコールドリンクは別料金となっているので、そこを気に留めておいてください。またサブライトラウンジではドリンクの他にも少しのセレクションのスナックも提供されています。これらのメニューに載っているスナックは全部値段に含まれているので、無料で好きなだけ食べることができます。またサブライトラウンジではモクテルテイスティングというアクティビティが行われています。モクテルテイスティングでは4種類のノンアルコールのドリンクを試すことができて、キャストメンバーの方がこれらの一つ一つのドリンクがギャラクシーのどこで誕生したかを説明してくれます。そして少し前に朝食ビュッフェは2日目と3日目の朝に利用可能だと言いましたが、もし皆さんがビュッフェに行きたくなくて素早く簡単に朝食を済ませたい場合は、サブライトラウンジに行ってグラブ&ゴーブレックファストボックスをもらうことができます。このグラブ&ゴーブレックファストボックスにはフルーツとかヨーグルトとかパン菓子とかが入っています。しかしこれらのものはアレルギーフレンドリーやプラントベースのものではないんですね。なのでもし皆さんがアレルギー持ちの場合やプラントベースの料理が食べたい場合は、プラントベースやデイリーフリーの料理もたくさん提供されていて、オプションがたくさんあるクラウン・オブ・コレリアダイニングルームに行って、そこで朝食を食べることをお勧めします。さてこれまでたくさんの量の情報をシェアしてきましたが、まだまだスター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーについて今日のビデオで紹介できなかった情報がたくさんあるので、その他の情報についてはまた今後のビデオでシェアしていきたいと思います。そして今日シェアしてきたスター・ウォーズ・ギャラクティック・スター・クルーザーについての情報はこの先変わる可能性もあるので、そこはご了承ください。だけど何か変更があればその際に新しいビデオを作って皆さんに変更についてお知らせするので、まだマークサイロストインワールドをチャンネル登録していない方はぜひ今チャンネル登録をよろしくお願いします。そして新しいビデオが上がる際はインスタグラムでお知らせをしているので、ぜひインスタグラムマークサイロストインワールドにもフォローをよろしくお願いします。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Make today magical. Bye!